さてさて、今回は前回の最新のコウマ間の関係性に続いて、2023年東方プロジェクト、霊夢たちの最新の動きについて解説していきますよ。東方地霊記伝の最新話がつい最近発売されたけど、とんでもなく話がヤバいのでめっちゃ楽しみだぜ。2023年の霊夢たちに襲いかかる最強最悪の脅威、今後の東方プロジェクトの重要要素だらけなので要チェックです。それではまずはじめに東方地霊記伝とは何なのか、最新話が出る前までの話を解説していきますよ。東方地霊記伝とは、ズンさん原作による東方プロジェクトの書籍漫画作品の一つです。こちらは2019年10月28日、ウェブ上の複数のメディアで連載開始。漫画作画は第2章最終話までは銀木星先生で、第2章以降が秋巻優先生が担当しているぞ。銀木星先生の夢川井ゆかりが最高に大好きです。この作品のテーマは怨霊 vs 妖怪、幻想郷でにわかに勃発する難事件。異変解決の専門家たちが戸惑う中で、相手の心を読める妖怪悟りが反則的に事件を解決するというものです。悟りというと、常に地霊殿に引きこもっているから戦闘は得意ではないことから、今まで登場回数が少なかったけどついに本気を見せ始めたな。心の読める悟りがどういった人物なのか、この作品でようやく分かってくるので非常に面白い。しかも妹の小明寺小石が全然出ていないことから今後の隠し玉となっていて、小明寺姉妹の会話が見れるかもしれないという期待も膨らんでくるんですよ。東方地霊記伝ハズン氏が原作を担当する東方プロジェクト公式コミックとしては、東方3月星東方暴月賞、東方茨河線、東方鈴名案に続き5作品目に当たります。ということは同じく現在連載中の東方水鳥化は東方プロジェクトの公式漫画作品としては6タイトル目、つまり最新作となるのか。そんなまさかの悟りは幻想郷で起きる事件を、助手の火炎病凛と共に解決していくストーリーとなっていますよ。凛も大活躍するなんてめちゃくちゃ新鮮だな。それではまず第1話から振り返っていきましょう。話はまずはじめにパチュリーのウレッジが倒れたことから始まります。もともと体が弱いので、また貧血か何かで倒れたものと思っていたのですが、どうやら違うらしい。倒れたパチュリーが目を覚ますと、昨夜にもらったコーヒーを飲んで倒れたとのこと。しかし昨夜本人はそんなことしていないと言っているんだよな。一体誰がパチュリーを襲ったのか、解決屋の霊夢も交わり誰もが頭を悩ませていた中、反則探偵と名乗る少女が現れたのです。ついに来たか。地の底の安楽椅子探偵悟りが参上。悟りというと、心を読む程度の能力を持っていて、反則的に事件を解決できるんだよな。その悟りもなんと、犯人は昨夜というのです。読者も昨夜がそんなことするのか、と思った矢先、どうやら真犯人がいるとのこと。悟り曰く、その真犯人は魔力を奪って肉体を乗っ取ることができるというのです。いわゆる怨霊だよな。そしてまずはじめにいざよい昨夜に取り付き、魔力の多いパチュリーに乗り移ったのです。その後はメイリンに乗り移ったということね。そう、話をまとめると、怨霊はコウマ間組を中心に取り付き魔力を奪っていきました。パチュリー、昨夜、本メイリンと次々と体を乗っ取ったのです。妖怪は怨霊に乗っ取られると、新たな妖怪となるか破壊されるのですが、彼女たちが乗っ取られた後は、意識がなくなるだけで、特に殺すということはしていませんね。ほう、ということはその怨霊はそこまで悪いやつでもない？というよりその目的は別にあり、霊夢を驚かそうということが目的なので殺す必要もないのでしょう。今まで、怨霊は凶悪と語ってきましたが、ついに乗っ取りを表現されたのはおそらく初めて。シオンとかも取り付いてたけど、一応神だったしな。またフランは地下にいたのでともかく、なぜレミリアを襲わなかったのかが謎ですね。確かにパチュリーにずっと付き添っていたから、一番乗っ取りやすい状況だよ。このことから吸血鬼には乗っ取られにくい要素があるのかもしれません。コウマ間の後は冥界の主であるユユコにもなんと取り付きました。怨霊は亡霊にも取り付くことができるの？そしてこの順番で、何か気づきませんか？コウマ間、そして白翼狼という順に襲ったということは、東方プロジェクト異変の順番。これもどうやら霊夢を驚かせるためにやっているようですね。それは鬼巫女といえど霊夢もビビってしまうな。しかし異変の順になっていると、読者側は思い出アルバムみたいでいいよね。確かに、著者としてはそういう風に作っているように感じられますね。最初は普通の探偵ものかと思いきや、思考によるバトル要素が強く読めば読むほど面白いですよ。こういった作品も作れるズン氏はクリエイターとして、やはり間違いなくここ数十年単位で現れない天才でしょう。お酒飲みすぎないことを祈ります。話を戻して、続いての異変といえば AI 編なので霊夢は永遠帝に向かうことに、永遠帝でかくまうことになった霊夢ですが、なんと殺人予告が。ということはすでに永遠帝の中に怨霊が誰かに乗っ取っているってこと？そこに居合わせたエイリンとカグヤは死なないので、霊夢だけに向けられているものだとわかります。不老不死だと殺人予告がただの紙切れかとしちゃいます。予告時間が過ぎた頃永遠帝にオリンの姿が、どうやら、
悟りの代わりに調査に来たようなんだが、かぐやがぐったりと倒れていたんだよな。エイリン曰く精神攻撃を受けた模様。つまり、霊夢ではなくかぐやに攻撃されたということか。時は進み永遠帝にマリサ、霊線も集まっていました。なぜか倒れていたはずのかぐやの姿がいない。そして、この状況について天才エイリンは少し前に気づいていたようで、彼女が説明するに、かぐやが倒れたのは怨霊をあぶり出すための芝居だったのです。それも確か、かぐやが提案してきたようだな。エイリンはかぐやに非常に甘いのでその提案に乗ることに。しかし、わざわざかぐやが提案してきたのはかぐやがその怨霊に乗っ取られていたから。怨霊がもともとあの不老不死のかぐやに乗っ取っていたのは驚きだったぜ。怨霊曰く定期的にお忍びで永遠帝を抜け出していたらしく、漫画の絵を見る限り人里にもいたようで、そこですでに乗っ取っていたようです。ちなみにかぐやは人里でも人気があるようで、天使から手を振られているイラストになっていたぜ。さすがはもってもてかぐや姫。そしてここで衝撃の事実がわかるのです。向こう曰くかぐやが永遠帝の外に出るのを知っていたのです。むしろその手伝いをやっていたようです。いや殺し合いどこかめちゃくちゃ仲いいやん。そう、なんとこの二人は殺し合いどころか、人里に連れ出すイケメン少女と、お姫様というハッピーエンドのおとぎ話みたいな関係になっていました。お父様に恨まれないか心配です。話を戻して、怨霊は向こうを狙っていたようで、ぐったり倒れたかぐやの前にはその怨霊が姿があった。そしてそいつの名は、宮出口水地。小明寺悟り曰く藩国王、永久罪人と呼んでいました。作中における一連の事件の犯人で、旧地獄から逃げ出した永久罪人、幻想郷の賢者役もゆかり曰く、悟りに対して管理がこなせていなかったわね。とのことで、どうやら悟りとゆかりは前々から彼女のことを知っていて、地霊殿の仕事の一つには彼女が脱獄しないように見張る役目も持っていたようです。マジか、地霊殿にはそんな役目もあったんだ。白霊神社、あるいは白霊霊夢に恨みを抱いていて、役もゆかりによると事件の動機は霊夢を恐怖に陥れ、最後に復讐を遂げるため、一方で悟りは事件を起こす傍ら、霊夢に恨みを持つ者を探していると推理しています。また旧地獄の封印から解き放たれたこと、宮出口水地という名前から、東方強欲異分の水との関係も匂わせていますね。また宮出口水地の元ネタは新宗教大元の教祖である出口直に取り付いた牛虎の根人が元ネタだと思われます。なるほど、宮出口も取り付いているところから見ると、そっちが正解っぽいな。根人とは土地にまつわる神様で、根人様の静まる方位に対してはあらゆることが教とされています。根人は人々に大変恐れられていて、江戸時代の末には岡山県地方では、根人封じと称して祈祷を行う修験者もいたりしました。また宮出口も旧地獄に封印されていたことからもつながりがありますね。最近では旧地獄が舞台の話である東方強欲異分があり、つながりが見られることから、今後東方地霊記伝で東鉄の登場もあり得るかもだぜ。そして最後に向こうと水地が対マンすることになるんですが、すでにたくさんの妖力や魔力を奪っていた宮出口は片手で向こうの猛攻を受け止め、なんと向こうの体に乗っ取ることに成功しました。そして最後に奇妙なことを言ったのです。妖怪は怨霊の敵にはならない。中身は一緒なのだから、一体どういうことだってばよ。この不可解な言葉を残して2022年5月に発行された3話が幕を閉じたのです。そしてついに2022年12月27日に発行された最新の単行本が発売。栄夜賞の次である風神録のキャラたちが登場する話となっているんだぜ。あらすじとしては、ついに姿を見せた怨霊宮出口水地の次のターゲットは、幻想郷の強豪ひしめく妖怪の山。カッパや天狗、森や神社はどう対処するのか。そして水地に恐れる霊夢はどうなるのか。探偵の悟りの次の作戦はどうするのか注目。妖怪の山というと富士山よりでかいから範囲も広い上に、強力な妖怪たちがいるから危険すぎるな。一体誰が乗っ取られているのかわからないところが怖いですね。まず向こうの体を乗っ取った宮出口は、ブンブン丸新聞を見つけて読んでいました。内容は相変わらずで、ぐうたら白霊神社ついに仕事放棄というものです。この記事3回ぐらいもう発行されてるよね。ただのガセネタと思いきや、これは綾の天才的な頭脳による騒動を抑えるための記事だったのです。一体どういうこと？本来は霊夢が水地の恐怖で仕事を放棄していたのですが、綾はあえてただ単にぐうたらしているという嘘の記事を作ることで、人里などの人間たちが怯えないようにしていたのです。なるほど。恐怖で暴動にならないように霊夢を出しにして事件から目を遠ざけたということか。さすがは綾だぜ。その証拠としては、すでに綾のメモ帳に事件が起きたことを詳細にメモしていましたね。そしてなんと宮出口は人里でまさかのあのキャラを見つけるのです。同じく今連載中の東方水郷家ロータスイーターたちの彗星の主人公である奥野田美代が登場。場所が違いど相変わらず素敵なメタグロスでした。しかも不思議なことに霊夢たちは美代ちゃんのことを最初、普通の少女だと勘違いしていたのにもかかわらず、宮出口はパッと見ただけで座敷わらしと言い当てたのです。それは何か秘密がありそうだぜ。やはりこの2つの作品は絡んでいるように見えるな。テーマとしては対となっていることからも、大きな関係性があると思われます。
東方水長家は無限酒場芸丼亭の看板娘、奥野田美代を主人公としたオリジナルストーリー。彼女の正体は今のところ座敷わらしとなっていますね。座敷わらしは他の作品からもちょこちょこ出てくる、東方プロジェクトにとって実は重要な種族位置にいるよな。この作品は美代ちゃんを中心に妖怪たちが事件を巻き起こしたり事件を解決したりと、地霊気伝の対となる妖怪にスポットライトを当てていると思われます。対になっていることからもこの2つの作品は何かつながりがありそうだぜ。そして水地は他にも妖怪狐や妖怪だ抜きが人里に入っているのを確認し、彼女はこうつぶやくのだった。人間は妖怪に敗れたのか。この言い方的に人間の味方をしているような言い方をしているけど、一体彼女は何者なのか。どうやら妖怪に対してかなり執着があるように思われます。確かによくよく考えてみると、宮出口は妖怪に対してかなり怨念があるように感じるな。そしてシーンは守谷神社に移り変わり、こちやさなえと八坂かな子が登場。そしてさすがはかな子様、すでに異変が起きていることに気づいてさなえが乗っ取られていないか監視をしていました。さすがは風神66年の隠れ人気キャラ。その頃霊夢たちが母校の死体を発見。いや不老不死だから死にません。なぜか不老不死で、特に妖怪でもないのに母校は倒れていたのです。確かにかぐやも倒れていたし、これはあまりにも謎すぎるな。同じ人間で乗っ取られたいざよい昨夜は記憶がなかったようですが、倒れることはなかった。場面がなかっただけで昨夜も乗っ取られた後は倒れていた可能性はありますがね。そして場面はニトリが率いるカッパたちに移り変わり、ニトリが何やら機械をいじっていたのです。それはなんと、もうすでにニトリが宮出口に乗っ取られていたのです。しかしニトリに乗っ取ったとしても機械をいじるほどの技術を使うことはできないことが判明したんだ。つまり乗っ取ることができても技術までも使うことはできないということですね。そして場面は守谷神社に移り、守谷神社のもう一人の主催である諏訪子が帰宅しました。そこでかな子が早苗に怨霊の恐ろしさを説明するのですが、これが非常に重要。怨霊は強い恨みを持ったまま成仏されずに取り残されて、純化した恨みだけの存在。復讐することで初めて自らの存在を維持できる。妖怪も人間に害をもたらすことで自らの存在を維持することができる。だから、3話で最後に宮出口が言った怨霊と妖怪は同じとはそういうことだったのか。また怨霊も心霊も似たようなもんだから乗っ取られやすいと諏訪子とかな子が説明。心霊も信仰がなければ存在を維持できないから似ている部分があり、乗っ取られやすいということね。だからこそ守谷一家は幻想郷に移ったということですからね。そしてかな子様が大笑いしながら大胆にフラグを言い放つのです。あはははは、我々が恨みを持たれるなんて考えられない。守谷の神々お茶目やな。それにしてもかな子様は相変わらず漫画作品で大活躍。さらに美人すぎる。秋官優先生のデコキャラのデザインが激カワすぎて希望のお面です。そして場面が川に移り変わり、川に流れた紙人形を拾う少女の姿が、そう、川に流れた役を拾う少女といえば、影山ひな。この衝撃の登場にってなったよな。影山ひなというと風神録以来がっつりと登場することはなかったんですが、なんとセリフ付きで登場。この時驚きすぎて山彦になるんじゃないかってぐらい声出ちゃいました。まさかのひなの登場は最高に嬉しいよ。そしてひなは川を眺めていたらなんとカッパのニトリが溺れ流れ着いたのです。まさかの公式でひなに賭博タン。これはファンにとってどんだけ嬉しいか。ひなは最初は人間かと思って慌てて回収したらしく、性格のいい神様だということがわかりますね。その頃やっともこうが目を覚ましました。かなり悔しそうな表情を浮かべ、悟りも乗っ取られていたことを暴露。そして怨霊の心を読んでみたらしいのですが、心地のいいものではないとのこと。そしてその時の悟りのポーズと表情があまりにも際どいのでぜひ見てくださいね。公式であんな悟りんのセクシーポーズが見られるなんて最高でした。その頃マリサが守谷神社に侵入。マリさん相変わらずの侵入癖だな。しかしかな子様が御柱を使って神の裁きを一発。皆さん、キャナコ砲がついに見れますよ。やはり2023年も大活躍ですよ。正直ここまでの活躍で、風神66年ボスが79位は辛い。しかし2023年はトップ20の仲間入り確定的だな。間違いねえ。またかな子はなんとマリサが来ることを予想していました。怨霊は早かれ遅かれ守谷神社にやってくる。その運び屋はマリサだとかな子が予想し、マリサが来たのです。そして二人のこのドヤ顔ですよ。死ぬほど可愛い。守谷一家というと、人々のためにと思ってではあるんですが、数々の異変にやらかしてきちゃいました。今回もやらかすところずんさんもあえてそういう風にしていることがわかりますね。最も外の世界の人間味を感じさせてくれるキャラ設定になっている感じがするよ。その頃社名丸綾が、宮出口を探ろうとカッパたちの住むアジトを覗き込んでいました。すると倒れたニトリに何やら物騒な機械を頭につけて電撃を与えていました。フランケンシュタインを目覚めさせるために使ったような機械だったな。これを見た綾が考察するに、カッパにも独自の宗教観があったらしいのです。
カッパというと、もちろん妖怪だけど妖怪内でもそんな宗教を作っていたのは意外だな。その頃なんと、同じく新聞記者のカラス天狗である姫街道旗手が登場。どんなにファンサービスするんだよ。そう、姫街道旗手というと、登場作品はダブルスポイラー、直談アマ6日目だけで、書籍にも登場していないキャラクターだったんですが、ついに漫画にセリフ付きで登場することができました。東方地霊記伝神作品すぎるぜ。この作品は今まで登場していなかったキャラクターたちが活躍していくのですごく面白いですね。特にフランドール・スカーレットに関してはヤバすぎたもんな。旗手は連射の能力を使って、宮出口の動きを探っていたことが判明。旗手優秀だな。その頃ふもとで新たな被害者が出たことが守谷神社に情報が届き、マリサが乗っ取られていないことが分かりました。そのことを聞いたこちやさないが、証拠をお持ちしますというあまりにも物騒な発言をしてくれました。とても純粋なサナエがたまに出る狂気が最高すぎます。そして予想していたかなこ様も、不法侵入だ。負い目を感じる必要はない。とのこと。かなこ様、ナイス転換っす。そのふもとの新たな被害者こそがなんと社名丸綾。たまたまひながまた見つけたらしく、おりんが第一発見者ということで疑っていると綾が起き上がり、考え事をしていたというのです。その時綾は白シャツだったので確実に透けていたと思われますよ。透けているのか、透けていないのかどっちなんだい。それはなぜかカッパの動きを観察していた時に霊夢に不意打ちを突かれてやられたふりをして川に落ちたそうな。ちなみに、秋巻優先生の社名丸綾が非常に中性的でめちゃくちゃイケメンなので見てみてください。そしてどうしてこんなことが起きたのか、綾は白霊神社へ。綾は霊夢に問い詰めると、そこに本作の主役である悟り様が登場。そして意外なセリフを言うのです。霊夢はいい仕事をしました。ほう、完全に霊夢が黒に見えたけど違ったのか。そう、誰もが白霊の巫女が乗っ取られていたと思っていたのですが、ただ単に悟りの指示で、出会った者は全員に攻撃するように言われていたのです。しかしやりすぎていたようで、自分でも反省していました。気性可愛いやつめ。じゃあ綾でもなく、マリサでもなく、霊夢でもなく誰が乗っ取られていたのか？それはまさかのこちやさまえだったのだ。一体何が起きたのかまとめると、ニトリの後にすでにヒナが取り憑かれていたのです。そこで旗手が言うに獲物を選んでいたようですね。その頃ヒナのことを心配したのか、諏訪子がヒナのところに来たようで、その時に諏訪子を乗っ取ったようです。そしてかなこの後にこちやさなえということか。そしてマリサが宮出口さなえにマスパを放とうとするも、心霊の力も手に入れた宮出口の敵ではなかった。そしてマリサが倒されて今作は終了。しかしウェブでの方では新たな話が進んでいたのです。単行本待ちの方は一応ネタバレに気をつけてね。そして主人公である悟りは一旦地霊殿に戻っていました。またそこに可愛らしい靴を履いた少女が歩く姿が。なんとそこにはフランドール・スカーレットの姿があったのです。まさかの再登場。しかも小明治姉妹の姉である悟りとの絡みが見られるのです。公式で姉の取り替えっ子が見られるなんて神展開すぎるぜ。そこで衝撃の事実が分かったのですが、悟りはフランドールのために照明を落としていました。しかしフラン曰く、苦手なのは日光だけなので照明のような光は大丈夫、と言い、日光以外は平気だということが判明しました。これはかなり貴重すぎる情報だな。これで結構二次創作の書き方がまたさらに変わってくる可能性もありますね。そしてフランドールは誰かに呼ばれたようなんですがそれは悟りではなかった。フランドールの背後にいたのは、幻想郷の賢者役もゆかりの姿だった。さらについに漫画で登場を果たした旗手が言うに、次は妙蓮寺が襲われるということを念写で証明させてみせたのです。旗手めちゃくちゃ大活躍じゃないか。しかし、風神録の次の異変は、地霊殿だったはずなのにスキップして東方精錬戦の異変元に行くのは気がかりだな。そして話は地霊殿に戻ってなんと悟りがゆかりのことをゆかりさんと呼んでいたのです。どんどん貴重な情報が漏れてきてやばい。さらにゆかりが急にフランを地霊殿に飛ばしたのにもかかわらず起こるようなことはなかったのです。前回のコーマ館の授業でも言ったけど、やっぱりフランは感情的にかなり安定しているよな。しかしどうせ連れてこられるならもっと開放的なところが良かったわ、と言いなんとゆかりに悪感米をかましてみせました。毎度妹キャラに煽られるゆかり最高すぎます。そこでゆかりはフランに水地の破壊を依頼して、最高の笑顔を浮かべる頃、霊夢がついに気合を入れ始め妙蓮寺に向かうところで幕を閉じます。これはめちゃくちゃ面白い展開になってきたな。探偵ものですがバトル要素もあったりと非常に見応えしかないので、私の中で最高傑作になりそうな気がします。今までの歴代のキャラクターたちが見られるし、今まで登場できなかったキャラクターたちがセリフ付きで登場したのはめちゃくちゃ面白いよ。最後にカンヌシズン3のこの漫画に対する思いを紹介して終わろうと思います。です。人間というのは、
閉鎖的な生活を続けていると疑心暗鬼に陥っていくもののようです。コロナ禍で家に閉じこもった結果、世界はバラバラになり、悪い方へと傾き始めているように見えます。幻想郷でも同じようなことが起こるのでしょうか？いつものんきで勇敢な霊夢や妖怪たちが、怨霊を怖がって閉じこもる、こういう事態が犯人にとって望ましい世界なのだと考えているとしたら、なかなか怨霊は手強い相手だと思いますね。なるほど、霊夢は怖がって家の中に閉じこもっていたよな。風神録編はまさに閉じこもることで異様にやられる話でした。どうやら今回はコロナ禍で起きたことを漫画として伝えているようですね。ズンさん的には世界はバラバラになって悪い方向に見えるのか？確かに観光も少なくなってしまったので、交流が減ったというのもありますよね。幻想郷ではどうなっていくか見ものです。さて、以上が2023年東宝プロジェクト最新の動きでした。私と同じで日向畑の登場に喜んだ人はグッドボタンをよろしく頼むぜ。そして、悟りと霊夢の運命はいかに、宮出口の真の目論見とは何なのか、非常に楽しみな作品なので今のうちにお手に触れて、読んでみてください。続きが気になりすぎてやばい。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。